皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。連休は皆さんいかがお過ごしでしたか？我が家は特にこれといって予定はなかったんですが、谷友さんにたまたま教えていただいた園芸店のセールに行ってきました。年に一度のお客様感謝祭ということで、初日は 20% オフ、最終日にはなんと 50% オフにまでプライスダウンするということで買ってきたのがこのチランジア。以前育てていたことがありますが、もう何十年も昔の話。久しぶりに購入して育ててみることにしました。実はこれ最終日の 50% オフで購入できたんです。札にはチランジアのプラキカウルスと書いてありましたが、チランジアの種類や名前は全然わからないため、見た目重視で選んできました。この子はハリシー。最初ハムシーかと思って、多肉植物にもハムシーっているよなって思っていたんですが、よく見るとハリシーでした。この子は根っこが何本か生えているため、水耕栽培で育ててみようかな。育て方もいろいろあるみたいで、枯らしてしまわないためにもしっかり勉強して育てたいと思います。これで枯れちゃったらどうしよう。そして3つ目はカプトメデューサ。これ葉も肉厚でしっかりとした株だったため、丈夫そうだなと思い連れて帰ってきたんですが、実は葉の表面、葉の裏側にモケモケと毛が生えているんですよね。モケモケ系は多肉だとちょっと苦手なんですが、チランジアどうなんでしょうね。チランジアに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントしていってくださいね。この株ですが、まだ根は生えていないので、空き瓶にこのまま挿して育てようと思います。そして実は2日目の 30% オフに購入したのがこのチランジア薄根オイデスです。スパニッシュモスなんてよく呼ばれていますよね。以前細葉のものを育てていたんですが、なかなかうまく育てられず枯らしてしまったんですよね。もともとこんな風に束になって売られていたんですが、このまま育てると確実に中の方を蒸らしてしまいそうだったため、この動画を撮る前に株分けしてしまっていたんです。実際はこんな風に上から吊る下げて売られていました。以前育てていたものよりも今回の方が葉が少し太めです。っていうかだいぶ太めですね。やはり葉が太い方が丈夫で育てやすいそうです。育て方を少し調べてみたんですが、しっかり水をあげた後は1時間ほどで葉が乾くようにしてあげた方が蒸れ防止にもなり、よく成長してくれるみたいですね。ちなみにこんな風に完全に枯れているところは元には戻りません。今回はリベンジということで、こんな風にならないように育てたいと思います。園芸店では多肉植物は一つも購入しませんでしたが、連休2日目のスーパーに寄った時、たまたま見つけたこの桃江さんを連れて帰りました。というのもこれ、以前購入したんですが、夏にやはり蒸らしてしまいダメにしてしまったんですよね。
トランペットピンキーも去年ダメにしてしまい、リベンジとしてこの葉がマカロニ状になっている桃江さんを購入してきました。ちなみにこの桃江さんはセンベルビウムになります。そしておまけにこのホーム玉ねぎが売っていたので園芸店で購入してきました。この時期から植えて3ヶ月ほどで収穫できるそうです。しかもこのホーム玉ねぎは葉も食べれるということで、今から食べるのを楽しみにしているところです。っていうかまだ植えてもいないんですが、外は暑いのでぼちぼち植えていこうと思います。そしてこの白い鉢は1日目に購入したものです。これも 30% オフでした。ちなみにこの鉢にはモンステラを植え替えます。最近新しい葉が出てきて葉の枚数も多くなってきたため、安定のいい陶器の鉢に植え替えようと思い購入してきました。そしてもう一つは多肉を植えようと思い、このドーナツ型のハンギングバスケットを購入してきました。サイズはこれより一回り小さいものと2通りありましたが、私は大きめのサイズを選びました。というのも多肉を少しでも減らしたいなって思い、鉢べらしのために大きめの寄せ植えにしようと思い、こちらのサイズを選んでみました。そして何よりこのハンギングバスケットにはシート状のココヤシファイバーも引いてあり、しっかりしているため土こぼれも心配なさそうです。ちなみにこのモンステラですが、今回新しく出てきた2枚の葉ですが、葉にいくつもの切れ込みが入り、モンステラらしい葉っぱになっていました。モンステラは苗が小さいと、モンステラ特有のあの切れ目はまだありません。成長とともに葉の切れ目も多くなっていくんですよね。購入した時の鉢のまま育てていたため、すでに根詰まりしているようです。行き場のない根が鉢の上から飛び出していました。そうそう、気になっていた畑の多肉の様子を見に行ってきました。梅雨の雨とこの暑さで枯れているかなと思いきや、よく見ると雑草にまみれてセダムが元気に生えていました。とりあえず周りに生えている雑草を抜いて風通しよくしておきます。こまめに雑草は抜いていたつもりですが、あっという間に生えてくる雑草の生命力にはびっくり。それでも雑草に埋もれながらこうして元気よく育っている多肉もすごいですよね。多肉も種類によるとは思いますが、やはり地植えの方がよく育ってくれる気がします。またいつの間にか生えてきたマリーゴールドの影になり、程よい日陰がちょうど良かったのかもしれませんね。はい、ということで今回の動画は連休中に購入してきたチランジアのウスネオイデスやハムシー、プラキカウルス、カプトメデューサなどをご紹介していきました。そして一つだけスーパーで購入した桃江さんともども枯らさないように育てていきたいと思います。畑の多肉も元気でしたね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
それでは次の動画でお会いしましょう。またね。